大丈夫？慌てて出てきて、うん、ちょっと薬飲み忘れて、ひとまず花粉症の薬と、薬と咳止めシロップと、ポケットティッシュ買わないと話ができる状況じゃないんで、それで薬局に寄らせてもらっていいですかね。薬局行きましょう。はい。薬局あったんだけど、池袋駅前だけあって、精力剤とかしか売ってなくて。それで、じゃあこれとそれで、はい。キララさんが飲んでるとお酒に見えますね。そう、嬉しいですね。何にします？そうね、野菜です。いつもカノンチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。以前、キララさんの婚約発表の動画を公開し、皆様よりたくさんのご心配やお祝いのメッセージをいただいて大変感謝しておりましたが、残念ながら破局してしまいました。今日はこれからキララさんに破局に至った経緯を伺っていきたいと思います。いや、ありがとうございます。いや、なんかいきなりびっくりしましたけど、やっぱそうですね。もうずっと僕ファンで追っかけてたんで。オフ会にも来ていただいてありがとうございます。またちょっとあったら告知してください。また告知しますんで、ぜひ X 注目し続けていただければ幸いです。じゃあここしましょう、キララさん。はい、そうですね。スーパードライのダイが1つとあってグラフ2つ。じゃあからしハツが2本としいたけエリンギ。はい、ありがとうございます。お願いいたします。じゃあキララさんどうぞ。ありがとうございます。はい。じゃあお久しぶりです。お久しぶりです。今年は初でしたっけ、会うの。今年初ですよね。ね、忘年会以来ですもんね。そうですね、はい。ほら忘年会でキララさんとケイさん、はい。どうですかってお聞きして、はい。順調ですっていうふうにね、はい。お聞きして安心していたんですけれども、はい。なんとその翌日に K さんからメールが来ましてね、はい。実は破局いたしましたっていうメールをいただいたんですよ。はい。それでちょっと私もびっくりしちゃって、はい。全く急な話でしたね。なんか突然あなたにはもっと素敵な人がいると思いますよっていったような LINE が来まして、で最初はね、本気にしてなかったんですよ。どうせちょっと寂しがり屋というか甘えん坊みたいな気持ちで、なんか反応欲しいんじゃないかぐらいな。それいつメール来たの？日付までは覚えてないですけれども、違う、ほら私と忘年会をした翌日に K さんから破局しましたってメールを私は受けたんですけど、キララさんにはいつ？じゃあ多分その日じゃないですかね。私も忘年会に行った時はそんな気持ちでは行ってなかったので、うまくいけるとおっしゃってますか？はい、あれが偽りない私のその時の感想だったので、忘年会終わった後、その酔いが冷めやらぬ段階、午後だからそんなに酔っ払ってる状態ではないんですけれども、気持ち的にはね、楽しく飲めたなって気持ちが残ってるうちに、なんかそんな話があったなぐらいの、今思い出してみるとそんな感じです。私も起業を控えてて忙しくって精神が不安定になってるのかもしれないなとかって思ってはいたんですけれども、だから落ち着いた時に一回会って話しましょうって、それまでこの話を保留にしましょうみたいなことを言ったんですけれども、ちょっともうお酒のことは思い出したくないんだとか、もうあなたと会ったらもうお酒臭さが移るから嫌なんだみたいな、そんな反応が返ってきまして、そこまでね、言うなら分かりましたと。私も別にそんなね、何かにつけてお酒のせいにするみたいな、そういうのはたまりませんから、分かりましたっていう。
ことで、じゃあ今度会った時にでも言おうと思ったんですけど、ちょっと伝えますねって。で、それ書いてたら、今言ってくださいみたいなことが返ってきて、あ、ここも表現されたんだなって。夜勤前に話をそんなにね、ここまで急に話振っておいて、夜勤控えてる中で、今すぐ返せなんてこんなこと言う子じゃなかったなっていう。今までも夜勤明けとかに電話してたんですけどね、もうちょっと夜勤明けで疲れてるのに連絡してくれてありがとうねみたいな感謝ができる子だったので、でそこで言ったのが、彼女が、一緒に行きたいって言ってた場所に12月の初めに行ったんですけれども、そこでそこが宗教団体の施設だったんですよ。そこでそこのね、ちょっと通信講座を受けるような契約をしまして、彼女がお金は持ってくれたんですけれども、だけどやっぱり思い返してみるとちょっと怪しいし危ないと私は感じたんで、ちょっとあそこは受けませんってことを言ったら、もう即別れてくださいみたいなことが返ってきまして。 K さんはもともとそこの宗教団体の方なんですか？でおそらく違うと思います。人から勧められて前からは知ってはいたけれども、自分も初めて行くというようなことは言っておりました。お話を伺って K さんはもうすぐ入団することになったんですか？入団かどうかは分かんないですけれども、通信でということになるんだとは思います。でその通信講座っておいくらぐらいのものなんでしょうか？はっきり覚えてないですけど、確か6000円とか1講座ね。それが何講座ぐらいあるの？ただ結構たくさんの講座があるような、印象を受けましたし、全部が同じ値段とは限らないんで、もしかしたら、だから私は初回ということで、ありがとうございます。私は初回ということで、一番基礎的な講座ということで、紹介されましたけれども、段階が進んだ後に受けるものは違う値段なのかもしれないです。そこは何ともわからないです。なるほど。はい。私は K さんからごめんなさい破局になりましたっていうご連絡を受けた時に、キララさんをカウンセリングに連れて行ったと、そのご両親のことでね、ちょっとそういうわだかまりが強いので、そういうカウンセリングに連れて行って本も購入したんだけど、それも読んでもらえず、あとお酒のことがね、思っていたよりお酒がすごかったって、本当に申し訳なかったみたいな、そういうメールを私はいただいたんですけれども、でそれをキララさんにお伝えしたら、いや実はそのカウンセリングっていうのは宗教団体だったんですよっていうことで、そうですね。だから自分が進める宗教団体と接点を持たないんだったらというか、講座を受けないのであれば、別れると決めてましたって、その着想自体が私の理解できない発想だったもので、最初は普通にお付き合いを、ありがとうございます。最初は普通にお付き合いをされてたんですよね。そのお付き合いをする中で宗教チックなことは感じることはあったんですか？いえ、その直前まではなかったです。そこへお二人でお出かけするまでは、そういうような素振りはなかったわけで、で一緒に行きたい場所があるということは聞いておりましたけれども、そこはもう宗教団体の名前も伝えられてはいましたけれども、その名称があまり宗教団体っぽいものではなかったので、事前に調べることもせず、宗教団体ということも知らずに、行ってみて、行った後もそこが宗教団体ということはすぐに気づいたわけではなく、帰宅してから宗教法人だったということが分かったぐらいな感じですかね。キララさん、どうぞ召し上がって。そうですね。ちょっとね、かなりシリアスな話をしてるんで、なかなかね、うまくからしが乗ってて、ちょっとごめんなさいよ。コメントでもね、やっぱりご心配の声が多かったじゃないですか。私もお会いしてちょっと早急だなとは思ったけど、
お二人すごくうまくやってるんだな、お誕生日のお祝いの写真なんかも K さん私に送ってくださったりね、はい。キララさんを大切にしてくださってるんだなと思ってたんですよ。はい。お酒のことに関して甘く見てたとか言われましたけど、私もちょっとそういう言い方をされるっていうのがね、非常にびっくりしてるところで、11月の上旬、旅行した最終日、もう私結構一日中お酒飲んでたんですけれども、2人で旅行されたんだ。はい。その時も結構一日中お酒を飲んでいたんですけれども、今のお酒の飲み方であれば、たくさんお酒を飲むっていうことが理由で印象が悪くなることはないですよという言葉をいただいてますし、で一番最後にあったのはその宗教団体施設に行った翌日になるんですけれども、ホテルにいまして、一緒にお風呂入ったりとかベッドでくつろいだりとかしてたんですけれども、ちょっとお酒飲み放題のコーナーがあって、でいろんなお酒を自分で作ることができたんですけれども、私が飲むお酒を頑張って作ってくれたりとかもしてたので、そのホテルにいた時は、はい。キララさんはその宗教団体の講座を受けるっていう意思表示だったんですね。疑問には感じていたので、ただ次の日いきなりっていうのではなくて、もうちょっと考えてからちょっと切り出そうかなと、そのホテルでね、飲みながら飲みながらする話ではないので、ちゃんとお互い真面目な話ができるような状況の場所で、ちょっとこれおかしくないかいってことを切り出そうかなとは思ってました。で、K さんのお気持ちが変わったのは、キララさんがその講座をやっぱり受けませんよってお伝えしてから変わったんですか？いや、その前から変わっていたのではないかと思います。というのは、その話をする前に、他にも私に会う人はいると思いますよっていうような、その言葉から始まってますので、その時にはもう別れる意思を持っていたのではないかなと。で、その話をした時に即別れてくださいというふうな反応になったので、急にお酒を毛嫌いしだしてるところはあったので、K さんもいつ言おうかなっていう思っていたのではなかろうかとは思います。初めは拒否してなかったけれども、やっぱりお酒を飲む人と一緒にいるとか、自宅に、私のお酒がいつも置いてあるっていうのが、嫌悪感を持たれ始めたのではないかなとは思います。で、一番最初あれと思ったのが、これはもう忘年会より前の出来事なんですけれども、お酒が周りにあると、ちょっとどういうことが使われたか覚えてないですけど、イライラすると言ったのか不快と言ったのか、そういうことになっているから、お酒は捨てさせてもらったっていう、それだって、K さんの家に行った時に持ち帰ろうとしたお酒を荷物になるからって K さんが気遣って次来る時まで自分が預かりますって自分で言ったお酒なんですよ。それを事後報告で捨てたからみたいに言われて、でもね、そんな高いもんでもないし、それで気持ちが休まらないんだったら、怒ることでもないなとは思ってはいたんですけれども、考えてみればそのあたりから表変が始まったのかなという、ひょっとしたら全然違うのかもしれないけど、ひょっとしたら私がね、インポテンツでちょっと行為が成功したことがなかったもので、それを言ったらね、傷つくからあえて別の理由を言っただけでそっちが耐えられなかったのかもしれない。そこはもうあくまで想像なんで何とも言えないですけれども、でも状況から察するに、お酒に対する考え方が変わったと。で、その宗教団体もその健康的で節度がある生活をっていうのをもうとにかく第一番に言ってるようなところで、過度の飲酒に関しても言及しているところがあったので、やはりその宗教団体に影響されたところもあるのではなかろうかなという気もします。最初に私 K さんをキララさんからご紹介された時に、K さんは断酒、お酒でちょっと失敗をしたことがあるので、お酒を断ってるんですと、断酒会にも行ってお酒は一切飲みませんっていうのをお聞きしたんですよね。で、キララさんがこんな飲む方だから、
その辺は大丈夫なんですかって、見ていてね飲みたくなっちゃうとかそういうことはないんですかってお聞きしたら、あ、それはまあ大丈夫ですっていうふうにはお聞きしたんですね。はい。でもほら婚約発表の撮影が終わった後キララさん飲みに行くっておっしゃったじゃない、はい。お一人でね、はい。ちょっとある方のイベントに。はい。で私がせっかくK さんが大阪から東京に来てくれてるんだから、一人にしてはいけないんじゃないですかって、そのお酒の会にキララさんだけ行くのはどうですかねっていうふうに言って、キララさんを引き止めたんですよね。ちょっと余計なお世話だったけど、そしたらその夜だったかな、K さんからメールが来て、引き止めてもらってとても嬉しかったですって、私の口からはちょっと言いにくかったんですっていうふうに、言われたんですよね。でインポテンツのことに関しても、それお聞きしてたので、お二人のそういう性的なことは大丈夫なんですかって、K さんは大丈夫ですかってお聞きしたら、キララさんに喜んでもらえばそれでいいので、大丈夫ですってで、ね、最後までできなくても K さんはインポテンツでも構わないっておっしゃってたんですよね。そうですね、私にもそれは言ってましたね。なのでやっぱりきっかけって言ったらその宗教団体っていうものと K さんが出会ったっていうことなんでしょうかね。そうですね、お酒に関しても私は結構いろんな YouTube のインタビューとかでお付き合いする方はどんな方がいいですかっていうと、やっぱりお酒が飲める方がいいですねとは言っていたんですけれども、そのことに関して飲めない自分を受け入れてくれてすごくありがたいっていうことはね言っていたのでね、やっぱり難しいとかいうことであれば、私もう別れると決めましたの前に話し合う場というか、やっぱりそういうのがないと、いざ結婚してからねいろんな難しい問題が生じてきた時に2人で乗り越えていかなければいけない関係になるわけですから、じゃあ例えばね、キララさん K さんがもう少しお酒を例えば今のお酒の量を半分にしてくれませんかって言ったらできました？難しいと思いますけれども、でも例えば K さんと会う時には控えますとか、自宅ではお酒を飲まないようにしますとか、その辺の案を出して妥協できるのかできないのか、妥協点が埋まらないようであればそこで初めて別れるのやむなしっていう、結婚するってことは人生を一緒にやっていくわけで、その目の前でお酒を飲まなければいいっていう話ではなくてね、そのキララさんの体、キララさんを心配してこそのお酒を飲みすぎないでほしいっていう願いだと思うんですよ。毎日飲んでらっしゃるじゃない、どれぐらい飲んでらっしゃる？5合とか、ビールだったら2リッターとか。私お酒があんまり飲めないのでちょっとわからないんだけど、結構な量でしょそれって。そうですね、結構な量ですね。でそれを今後ねどなたかと結婚して家庭を築いていくっていうことになって、その方がやっぱりキララさんお酒は1日1本までにしてねっていうふうに言われたらどうされますか？その条件は飲めないですね。そういうことであればもう付き合わない。一般的にね有害とされるようなお酒を飲み続ける人とだったら自分は付き合いませんみたいな、そういう話とされた上で、じゃあ無理ですねということであれば全然構わないんですよ。キララさんは今後も婚活は続けていくけれども、お相手の方はキララさんの飲酒を認めてくださる方、もしくは一緒に楽しく飲んでくださる方、そういう方がいいなと思ってらっしゃるってことね。そういうことになりますね。私よりも飲める方だと、ありがたいなぐらいな感じがしてます。やっぱり私もね不安はございますけれども、もうそれはキララさんの生き方なので、やっぱり私がどうこう言える話じゃないのでね、本当にお体お気をつけて、今日もほどほどに楽しく飲んで食べてください。ありがとうございます。そうだ、キララさんちょっと一つね、コメントの中で割に皆さん多かったのが、キララさんって男性が好きなんじゃなかったんですか、女性でよかったんですねみたいなコメント、それについてはどうでしょうか？私は性別なんかで相手を選びたくないんですよ本当は。別に男性だろうが女性だろうがそんなことは些細な問題で、いい人はいい、合わない人は合わない、ただそれだけなんですけれども、
しかしながら、日本では戸籍上の異性としか結婚ができないので、で、やっぱりその、保険の問題であるとか、あとはその、婚姻関係を持っていることが、やっぱ人生にとって有利になっていくような場合とか、あるので、法律上の婚姻関係というのにこだわっているということでございます。わかりました。それでは引き続き、はい。お体にお気をつけながら婚活頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい。おいしい。はい。ちゃんと食べてください。はい